はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。チュンチュン、チュンチュン、朝日とともに小鳥のさえずりが聞こえてくると、なんとも心地のいい目覚めですよね。今回紹介する部位は鳥のさえずりです。さえずりと聞いて、どこの部位か答えられる人はなかなか通ですね。あまり馴染みのない部位ですが、ぜひこの機会に覚えてください。それでは早速やっていきましょう。今回紹介する部位はこちらです。パッと見、なんだかわかりづらいですよね。2本の管がついていて、気管と食道がくっついている状態です。ピンク色っぽい少し縞のような模様がある方が気管です。気管の方が硬く、しっかりとしています。食道の方は伸縮性があり、柔らかいです。この2つの部位を合わせてさえずりというお店もあるし、食道だけ、気管だけをさえずりと呼ぶお店もあります。牛の場合は気管をウルテ、食道を至近、ネクタイなどと呼びます。以前紹介したクジラのさえずりはクジラのタンです。動物によって呼び方が違うから難しいですよね。今日はせっかくなので2つ合わせた串、食道だけの串、気管だけの串に分けて仕込んで食べています。まずは食道と気管を切り分けます。薄い膜で繋がっているだけなので、軽く包丁で切れば引っ張るだけで分けることができます。余分な筋や膜があればカットして取り除きます。それでは気管から仕込みましょう。5センチくらいの幅でカットします。カットできたら串に S 字に縫うように刺していきます。次は食道を同じように5センチくらいでカットします。カットできたら先ほどと同じように S 字に縫うように刺していきます。最後は気管と食道を一緒に刺します。カットした食道と気管を交互に同じように串に刺していきます。刺し終わるとこんな感じです。味付けはシンプルに塩コショウのみで大丈夫です。味付けが終わったら焼き台に並べて焼いていきます。淡白な部位のため焦げすぎると美味しくないので注意しながら焼きます。焼いていくと見た目以上に油が落ちます。油が炭に落ちると火がつきやすいので串の位置を変えたりしながら焼いていきます。炭火で焼くメリットはやっぱりこの煙でいぶすことですよね。焼きながら煙でいぶすことで煙の香りが串について食べた時の風味が違います。焼き終わったらお皿に盛り付けます。盛り付けるとこんな感じです。本当は串焼きってあまり大量に注文するのはおすすめしません。熱いうちに食べきる本数を頼むのがおすすめです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は南アフリカのシードル、サバンナドライを飲んでみます。自分が一番飲んでいるシードルです。お店で見つけるとついつい買っちゃうんですよね。南アフリカのリンゴのジュースといえばアップルタイザーが有名ですが、このサバンナはアルコールが入っています。甘すぎず酸味も強くないのでとてもさっぱりとしていて暑い日にぴったりのシードルです。仕事終わりとか食前酒としておすすめの一本です。それでは串焼きを食べてみます。まずは気管から食べてみましょう。心地のいいコリコリ感と程よいジューシーさがいいですね。牛や豚の気管のような硬い軟骨のような食感ではなく、歯切れのいい優しいコリッコリッとした食感です。生の状態の見た目は少しグロテスクでしたが、臭みなどなくとても食べやすいです。次は食道を食べてみます。これも食感がいいですね。豚のタケノコとかに近いような歯ごたえをしています。強めに塩を振ってあげるとお酒のつまみにぴったりです。ホルモン系が苦手な方にも食べやすい部位ですね。今までに意識して鶏の食道って食べたことなかったですけど、今回食べてハマりそうです。最後は一緒に串を打ったものを食べてみましょう。違った食感が噛むごとに楽しめます。共に淡白な部位なので喧嘩せずにお互いにいい感じにバランスが取れています。この食感もいいですね。一緒に刺すのもありです。もしさえずりの美味しい食べ方とかあればぜひコメントお待ちしています。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。鳥のさえずりいかがでしたか？新たに好きな部位が発見できてよかったです。皆さんもいろいろ食べて好きな部位を見つけてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。